こんにちは。大学の翔平です。増築部分はね、この形できたんですけども、こちらの床さんから抜いて、ここから通路になります。ここも解体しないといけないんで、これを抜いて、そして解体をやっていきます。リフォーム工事の解体ってね、必ず残すところが出てきます。そこをしっかり養生してね、埃もいかないようにしてね、まずはね、養生が大事ですよね。ここは残すの。和室の輪郭はなくなる。あ、じゃあこの柱とかもこのままってこと？うん。この部屋はね、増築した部分につながる隣の部屋になります。和室6畳、それに押し入れとこの間がついてます。床の間の部分からつながるようになるんですけどね、この部屋は全面リフォームするわけではないんですけども、柱、鴨居、回り口、そういうのは残してね、間のクロスを張り替えて、天井、床の間、押し入れ、そういうとこをね、リフォームしていく工事になるんですけども、リフォームでね、砕いては作りではうまくいかないんですよね。解体する場合は、右であろうが左であろうが、きちっと計画して、一気に解体していくっていうのが基本ですよね。増築した方から解体していけばね、骨組みがもろに見えるってことですね。ボード張ったら正面から砕こうと思うとね、なかなかこのクロス張ってありますしね、ボードのこのビスの位置も分かりませんしね、裏骨組みから外してきます。抜くって言ってもね、この部分にももちろんこの筋交い入ってますからね、ご覧の通りもう筋交いもぶち切って1枚取るっていうことでね、あらかじめ隣の一間壁に面材を2枚貼ってあります。で、筋交い1枚外しても2枚分の面材貼ってありますから、弱くなるってことはありませんよね。少しぐらいはプラスになるかななんて思ってるんですけど、この頃ね、地震多いですからね、もともとよりは弱くしてはやっぱダメですよね。自分らもね、3、40年前まではね、建物の外面に面材じゃなくてね、耐火ボードを貼りましたよね。ボード貼ってスカッとした場合は見栄えはいいんですけどね、この何の役にも正直立たなかったような気がしますよね。畳んだんてな。なんか混んで通れるほら。うまいこと言ったやん。この三尺の壁ね、抜いた映像は一気にパタパタパタって折りたたんだみたいにね、めちゃくちゃうまくいったように思うんですけどね、動物がついとるっていうことね、木と高ボードとこべっこにせなあかん。解体は早くても木は木、ボードはボードでやはりね、分別解体していかないとね、結局手間かかってしまうんですよね。これでね、やっとされた部分とね、いろんな部分と行き来することができるようになりました。何日間は面材を一部分抜いてあってね、帰るときはビスで止めて、また朝来るとはこう外しては入ってたんですけどね、ほんでもう楽です。そして横の押し入れを解体していきます。押し入れはね、終わりときちっとこうベニヤで貼ってあってもね、もう本当に作る時の逆の工程でばらしていけば、押し入れは本当に簡単に砕けます。
解体して思ったんですけどね、ここの家でだいたい30年ぐらいですかね、釘とビスが本当に混ぜこざで使ってあるんですよね。この自分ってギュッと止めようと思うとこだけをビス使ってね、簡単に止めれるとこはやっぱ釘ですよね。それとやっぱしこのビスが怖かったのか、目長毛とかね、そういう部分も釘ですよね。半分半分ぐらい使ってある現場ですよね。やはりね、仕事しますと釘持ちビス持ちとか言ってね、大工手間に含まれたよね、この部分。ビスってね、出始めの時は結構高かったんですよね。ですから惜しみ惜しみ使ったんでしょうね。自分らもなんかそういう思い出がありますよね。ものによって釘は早いですしね。でも切れるかな、折れるかな思った時はやっぱし釘を使いましたよね、この自分。ビスもやっぱ今は太くて長くて折れにくい丈夫なビスが出ましたよね。ですからもう今はほぼ 100% ビスで造作をするっていうことになってきてますよね。今度はね、部屋のメスカシ天井をめくっていくんですけどね、回り縁もね一緒にこう取ってしまうっていう場合はねいいんですけどね、回り縁残しのメスカシだけはね、真ん中部分は大体するのは早いんですけど、ぐるぐるっとこの回り縁にこの打ってある釘が全部残ってしまうよね。部屋の天井自体は解体早いように思うんですけども、釘じまいが本当にこの大変になるなと今からちょっと憂鬱になってるんですけどね。今度はね、小柱を撤去していきます。これを1本外したわけ弱くなるかな、そんなことはないですよね。上の平門が330、割と余裕のある木柄になってます。まして上にこの柱乗ってませんしね、全然柱がなくて十分な上は平門が入ってます。立ち前には立ててなくて、造作の時にビス止めで後から立てたっていう柱ですね。こっちゃとこれでか。おお。真っ黒で立派な黒炭に見えますけどね、簡単な新世代でね、この自分も本当に入りましたよね。黒炭風の柱ですよね。この場合は地板までね、本当にこの黒い感じで黒ずくめのこれセットですよね。いつも思うんですけどね、解体って楽ですよね。なんも悩まんでもいいですしね、持った木を一本ずつばらしていけばいいんですよね。これぐらいのスピードでね、造作ができたら楽しいでしょうね。部屋の反対側のお尻もね、同じように砕いていくんですけども、ここもね、ご覧の通り筋からいっぱい入ってます。今おるこの三尺のこの部屋から
玄関ホールへ出る入り口になるんですね。玄関からずっと車の部屋までまっすぐに通れる、そういう形になるんですけどね。玄関ホールに穴が開くようになります。玄関ホールはね、全部砕くわけやないですから、入り口だけを穴にします。ですから傷まないように、まずはこの幅木を外して、そして三尺の入り口部分の壁を抜いていきます。この部分も同じように筋交いが入ってます。やむなくこの筋交いは切って外します。隣の押し入れがね、また先ほどと同じように一間壁がありますから、そこに面材を貼ってやろうと思ってます。一間壁に面材を貼ったんですけどね、面材ってね結構重いんですよね。押し入れの鴨居は残ってますしね、ここ入れるのにもう本当に苦労しましたよね。やっぱり貼っとけばね安心ですよね。これで解体ができました。この新しく耐えた方とね、この古い方と、もう玄関まで抜けて、これでやっと材料も入れて仕事をすることができます。次はね、床からやっていきます。以上、大学の試合でした。